こんにちは、大輔貴人です。今日はね、いや、完全にアウトですね。どうも、谷川です。今回の動画なんですけど、最近だいぶ暑くなってきたので、夏バテをぶっ飛ばすぐらいのスタミナ料理って感じですね。で、僕が最近ちょっとハマってる食材がありまして、もつにハマってるんですよ。で、もつはもつでも福岡は牛もつの文化なので、今、牛の島町にハマってるんですよね。なので、その島町を使ってのスタミナ料理って感じになります。で、一応今回の料理が鉄板ものなので、ホットプレートなんかを使ってパーティーメニューとして使えないかなと思ったりもしたんですけど、今回相当な量のニンニクを使うんですよ。で、なおかつホルモンなので結構油が跳ねたりもするんで、おそらくパーティーメニューとして出そうもんなら多分部屋中が多分ものすごいことになるかなって感じですね。なので晩ご飯のメニューもしくは晩酌メニューって感じですかね。ちなみに今回の調味だれというか合わせ調味だれが僕5、6回ぐらい試作を繰り返して今回のに行き着いたんですよ。なので個人的にちょっと思い入れが深い調味液だったりもしますんで、もし何かのご参考になればいいなと思います。それでは早速本日もではまず今回のタレを合わせていこうと思うんですけど、まず一度ここにタレの材料をバッと並べてみようかなと思います。せーの。こちらから味噌、醤油、甘酒、砂糖、蜂蜜、白いりごま、刻み唐辛子、コチュジャンですね。で、今回のお味噌なんですけど、僕が今住んでる福岡とか米と麦の合わせ味噌とかがすごく一般的だと思うんですけど、今回はこちらの赤だし味噌を使っていこうと思います。九州とかだとあんまり馴染みはないんですけど、一般的に言う赤味噌ってやつに、米味噌とか水飴とか調味料とかが入ったやつですね。福岡でもスーパーの味噌コーナーの端っこの方にちょっとあったりします。で、今回ちょっと調味料が多いかもしれないんですけど、もしめんどくさければ、こんな感じでもいいかなと思います。では、タレを合わせていきます。これから今回の主役のホルモンを出そうと思うんですけど、なんせ今回結構な量があるので、内臓系を見るのが苦手な方とか、集合体恐怖症の方とか、といった方はちょっとスキップをお願いします。で、今回ちょっとホルモンにズームというかちょっと寄ろうと思うので、もしかしたらちょっと苦手な方もいるかもしれません。では行きます。今回は牛の、島腸ですね。福岡でよくもつ鍋とかに使う部位ですね。で、もつ鍋用の解凍したやつじゃなくて、できれば焼肉用の生のもつがいいかなと思います。で、今からこれの下処理をしていくんですけど、ですね、ちょっと臭みがあるんですよね、今回のもつ。あんまり鮮度が良くないんですよ。で、このもつって結構鮮度が大切で、なので新鮮なもつの見分け方としては、まずここの皮のところが黄色っぽいというかちょっと白っぽくなってるやつはちょっと鮮度が低めって感じですかね。あとは、こんな風に黒ずんでたりとか、あとわかるかな、ここら辺が黄色っぽくなってるんですよね、油が。こういうのはあんまり鮮度が良くないかなって感じですかね。新鮮なもつってもっとここのところがピンク色をしてて、で、油が白くてプリプリしてるんですよね。で、匂いもないし、そういったもつやとより美味しくなるかなと思います。ちょっと喋りすぎやね。それで今からこちらの下処理をしていきます。で、この後ザルにあげて、で、また流水で洗って、で、またザルにあげてってことを繰り返すんですけど、この小麦粉とホルモンの油ですごく排水管が詰まりやすいので、これを行う際はご注意ください。ここまで下準備すればだいぶお子さんとか女性の方でも食べやすいかなと思います。
だいたい1袋あたり10分から15分ぐらいで終わりますんで、お時間のある方はぜひ。ちなみにこれ全部で10袋分あるんですけど、ね、かかった時間考えたらね、バカですね、ほんと。で、こちらのもやしのひげ根なんですけど、なんか捨てるのももったいないので、今回あしらいとして有効活用していこうかなと思います。ちなみに副産物としてこれだけの牛脂というか油が取れましたんで、冷蔵庫で保管しながらチャーハンとか普段の炒め物とかなんかそこら辺で消費していこうかなと思います。なんとなく皆さんお気づきの通り、もうこの調理終わった後、ここの油沼がすごかったですね。とりあえず一旦きれいにしたんで、これから本調理に入っていこうと思います。では盛り付けていきます。というわけで無事に完成しました。ホルモン鉄板。あくまで鉄板ですからね。これ鍋ではないですからね。で、すいません、今日も帽子をかぶらせてください。もうね、ホルモンの油を受けすぎて、もう全身ぬるぬるやったんですよ。で、さっきパッとシャワー浴びてきたんで、もう髪型を作るのがめんどくさくて、で、あんまりうだうだ喋ってると多分もやしから水分が出ちゃうんですよね。なのでもう早速食べていこうと思います。いただきます。やっぱ風呂上がるとビールはうまいね。この上で幸せやわ。じゃあ食べていきますか。いや、もうこれ絶対うまいよね。もうなんか香りからもうすでにうまいもんね。うまっ。もう噛めば噛むほどよね。ホルモンの油甘っ。
いや、もやしとニラうまっ。ホルモンとの相性抜群よね。言わずもがなで。やばい、ビールとクソほど合うわ。あー、うめえ。で、今回赤味噌ではなく赤だし味噌って感じですけど、やっぱこの風味があれですよね。名古屋やったかな。とんちゃんに若干近いですよね。いや、ほんと赤味噌の風味とホルモンってマジで合うわ。あー、うまっ。たまに焼きすぎて硬いなと思うホルモンにたまに出くわしますけど、でもこんだけ切り込み入れるとやっぱすっごい食べやすいですもんね。ちゃんと噛みちぎれるもんね。いや、なんていうかこのホルモンの歯応えもそうやし、もやしとかニラの食感もそうやし、食べてて耳に入ってくる音が心地よいっすよね。なんか骨伝導を楽しんでるって感じがする。では今回はこれが最後の一杯って感じですかね。なんかほんとあっという間やったな。もうちょっと作りゃよかったな。では最後の一杯の完食までいこうかなと思います。じゃあちょっと久々にやろうかな。ラストスパート。やばい、どうしよう。やっぱなんかこれがしっくりくるな。ごちそうさまでした。うまかった。味的には申し分なくうまかったなと思うんですけど、さすがにあんだけ切り込みを入れてもね、あんだけの量のホルモンを食べると顎と歯がバグりますね。ちょっと今両方とも痛いもんね。で、今回さすがに塩分的に怖かったので、このタレは残したんですけど、どうしようかな、これ、だしかなんかで伸ばして、もつ鍋もどき的な感じにしようかな。キャベツ、ごぼう、鶏団子、ニラとか入れながら。で、今回食べ終わってみて思うのは、もうちょっと作ればよかったなって感じですね。なんかちょっとあっという間やったな。で、こっから先はお料理が好きな方向けな話になると思うんですけど、甘さを出してくれるみりんっていう調味料があると思うんですよ。このみりんって直線的な甘さっていう感じじゃなくて、なんていうか奥行きがある甘さを出してくれるんですけど、食材をキュッと締めるんですよ。だから煮魚とかにはみりんを使ったりするんですけど、今回みたいなお肉を使った時は、タンパク質を柔らかくしてくれる砂糖とか蜂蜜とか、こういったものを使った方が僕はいいかなと思ったりはするんですよね。それに蜂蜜ってみりんと同じように照りを出してくれるんで、ただそれだと水分的にかなりドロッとしてしまうので、扱いやすいように甘さを出しつつ水分を補給する甘酒を使ったんですけど、今回は。全体的にうまいことまとまってくれたかなと個人的には思ってます。プロの方々からしたら、いや全然ダメでしょって言われるかもしれないですけど、ただスーパーとかだと結構手に入りやすい調味料ばっかりなので、もしご機会がありましたらぜひ。辛いのがお好きな方はコチュジャンとか刻み唐辛子を多めにしてもらってもいいかなと思います。僕はあんまり辛いのが得意ではないのでっていうところかな。では今回はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では。